皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の経済が非常に悪くなっているという話はこれまで何度かしてきました。その影響として様々なところに社会の歪みが出るわけですが、そのことが他の国へも影響を与えています。今回は中国からアメリカへの不法移民が激増しているというニュースについて解説していこうと思います。自分の国の経済が危うくなった時には、もうこの国はダメだとしてそこから何とか逃げ出して未来をつかもうとする人たちがいるわけです。ただしそこには様々な困難が待ち受けていることとなります。それでは中国からアメリカへの不法移民が激増しているというニュースを見てみましょう。アメリカ国境に中国移民10倍増、現地ルポ、熱帯雨林を踏破。アメリカ南西部のメキシコと接する国境地帯で拘束された中国からの不法移民は2023年に1年前の10倍に急増した。この記事に出てくる場所はメキシコとアメリカカリフォルニア州との境にあるルクンバという町です。国境警備隊が拘束した不法移民を一時留め置くアメリカカリフォルニア州南部の野営地を訪ねると、海を越え熱帯雨林を踏破してきた中国人の一団がいた。多くが語ったのは経済的に行き詰まり母国に見切りをつけた現実だ。熱帯雨林を2日半も歩いた。2日半だ。10歳のシュア君は40日余りに及んだ家族の結識を得意げに語った。両親と共に4日の明け方にメキシコから国境を越え、母親は自由の国アメリカに入った。カリフォルニア州ルクンバで越境直後に拘束された不法移民が集められていた。4日に集められていた150人ほどの不法移民のうち、中国人はおよそ4割、5日はおよそ100人のうち半分を中国人が占めた。ベトナム人、グアテマラ人、ベネズエラ人などもいたが、中国人が最大の集団だ。2023年にアメリカ南西部国境で拘束された中国不法移民は前年の10倍、3万7000人余りに増えた。250万人いる不法移民全体の 1.5% に過ぎないが、全体が高水準でほぼ横ばいなのに対し、中国人の増え方は急激だ。うち 99% がカリフォルニア州の国境を越える。こちらが2021年、2022年、2023年の国境で拘束された不法移民全体の数です。記事にもあったように、不法移民はいずれの年においても非常に多い水準になっています。しかし、中国人だけを見た場合においては確かに激増しています。中国からの不法移民の数、2021年の場合だと、このグラフにおいては1万人のところから見た場合において明らかに非常に低いところなのですが、2022年になって少し増えたかなと思ったらもう2023年には一気に激増しています。2023年がそれほど中国に大きな出来事が起こったことを示しています。取材した一家の旅路を振り返ってもらった。2023年12月21日、中国人がビザなしで入れるタイへ、ここからトルコを経て空路エクアドルへ、エクアドルも中国人はビザ不要、車でコロンビアへ、海岸の町から船で南北アメリカ大陸を結ぶダリエン地峡の橋に上陸。熱帯雨林を2日半かけて歩き、パナマへ。車でメキシコへ。国境の町ティファナで密入国協業者スネークヘッドの手配で壁の抜け道から2月4日アメリカへ。なぜ中国人がわざわざ海を渡り、メキシコからアメリカ南西部の国境を目指すのか。過酷な長旅は事故や強盗、詐欺に遭う危険を伴う。岩山で転んで左足首を骨折した中国人青年はようやくアメリカに着いた。本当に嬉しいと涙した。ティファナのスネークヘッドに$500払った。国境の壁の抜け道案内の費用を教えてくれた湖北省出身の27歳の男性によると、価格はサービスに応じて$1000程度まで分かれ、$500は平均的な水準だという。拘束された中国不法移民の年齢層は30から40代が中心で、子連れの家族も多い。アメリカ国境にたどり着くまでにかかる費用は総額で約75万円ほどが多いとみられる。一定規模以上の中国企業で働く人の平均年収の3分の1を超える大金をはたき、アメリカを目指した。その中の一人はこう答えた。マンションの販売員だった。四川、福建、遼寧など中国の各地から来た人々に元の職業を尋ねると、少なくとも5人は不動産業だった。福建出身の38歳の男性は政府の規制強化でマンションが売れない。歩合給がなくなって月給は4万2000から6万3000円に減り生活できないと語った。中国のどこにでもいる普通の人々だ。もちろん強権体制による抑圧や迫害を逃れ、言論や信教の自由を求めて新天地を目指す中国人は
間違いなくいる。だが、アメリカ南部国境の現場に押し寄せる人の多くは、生活苦にあえぐ普通の中国人だった。アメリカ外交問題評議会の中国専門家は、中国不法移民の大多数は、経済的動機でやってくる。この潮流は当面続くと見る。富裕層はこんな困難な道を選ばず、貧困層は国外に逃れる余裕がない。結局普通の人々が危険に挑む。中国経済に大きな問題があることはこれまで何度か解説してきました。中国の GDP 国内総生産のうち3割程度は不動産とその関連産業だと言われています。ところが現在その不動産業においては莫大な不良債権が発生しようとしており、政府が何とか破滅的な状況に陥らないようになんとか不動産関連の企業をゾンビ化させて事態を収めようとはしています。しかしそれはあくまでも問題の先延ばしに過ぎず、すでに多くの企業においてリストラや賃金の大幅な下落といったものが見られます。そのような状況ですから他の国へと逃げ出したいという人も増えてきているというわけです。ただし今回登場してきたようなアメリカに逃げるといった行為はあくまでも一部の人に過ぎないでしょう。そもそもお金持ちの人たちにしてみればこのような危険な工程を取ることはありません。お金さえちゃんと持ってきてくれれば大歓迎ですよという国、例えばシンガポールのような国の場合だと中国人は持ち出せる分だけなんとか持ち出してさっさと移住というものを進めるでしょう。東南アジア全体にこうした中国からの移民を受け入れる、もしくはすでに根付いた人たちのネットワーク、華僑の人たちの経済圏といったものが存在するからです。しかし中国人の多くは実際にはそのようなお金持ちではなく貧しい人たちもたくさんいます。中国政府は常々このような貧しい人たちがたくさんいるからということを理由として中国はまだまだ開発途上国だみたいなことを言うこともあれば、一方において全体としては GDP が大きくなっていることから中国は世界に尊敬されるべき先進国であるかのようなことも言います。まあ彼らにとってみれば自分たちにとっては開発途上国を名乗って自分たちにとって利益が出るんであればそちらを取るし、一方においては他の国に対して上から目線で語りたい時にはあたかも先進国であるかのような振る舞いをします。さてそんな中国なわけですが、お金持ちの人たちはシンガポールへという話をしましたが、アメリカに渡るにも様々な正式な手続きを踏んでいけば、お金と時間をかければお金持ちの人たちも行くことができます。中国の南には経済発展が進もうとしているベトナムや、さらにはその南に行けばインドネシアにおいてもこれから経済発展が見込まれており、何も遠くアメリカまで行く必要はありません。じゃあこの人たち一体なんでこのようにして危険すぎるアメリカへの不法侵入といったものを目指しているかといえば、結局のところこれらの人たちもいわゆる情弱の人たちで、これらの人たちが騙された形で密入国にチャレンジしていると言われています。中国国内において不安だ、そしてこれからどうなってしまうのかといった厳しい状態に置かれている人たちは一般的に言えば貧しい人たちばかりですから、世界的な経済予測としてベトナムやインドネシアがこれから経済的に伸びますよといった話よりも、アメリカに行けばアメリカンドリームが待っているんだみたいな超極端な幻想話の方が話に引っかかりやすいというわけです。ここで出てきた密入国ブローカーであるスネークヘッドはそのような情弱の人たちにお金を巻き上げる形で密入国を手伝っていると言われています。不安になる人が多ければ多いほどそのようなアメリカにさえ行けばなんとかなるみたいな極端な話というものを信じてしまう人たちが多くなるという現象から、今回のような中国からアメリカへの不法移民が急増するといった事態へとつながっています。そして中国経済の不調は何もこれに終わるわけではありません。私はむしろこれからの方が長いトンネルに突入すると思っていますから、中国人による不法移民、これからもっと増えるのではないかと思っています。皆様今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょう。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。